皆さんこんにちは。トニー高谷です。今回から前面に手を加えていきます。ちょっと時間がかかりそうなので 2,3 回に分けてお伝えしたいと思います。第1回目はヘッドライトケースに手を加えます。ご覧いただいている製品のヘッドライトケースですが、わずかですが継ぎ目で取り付けられていたり、蓋のような部分がケースからはみ出していたり、斜めになっていたり、ハンダが処理されずに残っていたりと、制作された職人さんたちの苦労が伺えます。私のようにただ趣味で作っているなら別に何日かかろうが構いませんが、職人さんはそうはいきませんね。一日に何台作るかのノルマがあったはずですし、多少の見苦しさは目をつぶらざるを得なかったのでしょう。それだけにこれから取り掛かる作業の困難さが目に浮かぶようです。余談はこのくらいにして作業に移ります。まず裏側にあるヘッドライト用電球の明かり漏れを防ぐためと思われる金具を取り外します。ついでにテールライトの明かりよけも外します。ヘッドライトの裏側の様子です。さて、このヘッドライトケースをどう処理しましょうか。最近はかなり拡大された車両の写真がウェブ公開されていますので、非常に助かります。それを見ると製品とはちょっと違うようです。とりあえずヘッドライトケースを取り外してみます。ご覧のようにしてヘッドライトケースを外します。こちらはヘッドライトケースを取り外したところです。これを新しく作り変えるとなるとかなり時間と手間がかかりそうですので、これを利用します。画像では作業を終えたヘッドライトケースをご覧いただいています。丸い穴が2つ開いた蓋といったらいいのでしょうか。これをひさしの部分では中に少し押し込みます。逆に下の部分ではケースの枠いっぱいまで押し出します。作業は木の板に穴を掘ってケースを埋めたり、万力に挟んだりして固定した上で行っています。今回の作業では小手先の小さなハンダゴテを使用しました。さて、ヘッドライトケースを前頭部に戻してやりますが、その前にこの前頭部の形状を少し修正します。実物ではこちらとこちらの間は直線になっていますが、製品ではこのように曲線になっています。それでちょっと荒っぽいやり方ですが、ヤスリの柄を使って手で押さえて修正します。
完全に修正するのは難しいので、ある程度のところで妥協しています。ホール枠も先に外しておきます。再取り付けしたヘッドライトケースへの熱の影響を少なくするためです。ヘッドライトケースを前頭部に取り付けますが、ヤスリで微調整しながら、まずセロハンテープで留めて、問題がなければさらにジェルタイプの瞬間接着剤で仮固定します。傾いていないか確認した上でハンダ付けしていきます。まずセロハンテープも接着剤もついていないところからハンダ付けします。セロハンテープをめくってハンダ付けします。最後に瞬間接着剤を剥がしてその部分をハンダ付けします。ヘッドライトケースを元に戻したところですが、また余分なハンダを取り去る作業をしなくてはなりません。ケースの外回りはいつも使っている彫刻刀でなんとか処理できます。ところがケースの内側の狭いところは普段使っている彫刻刀では大きすぎて使えません。それで30年以上前に1200円出して買った細い彫刻刀を使おうとしましたが、こちらもちょっと使いにくそうです。何か適当なものがないかネット検索で見つけたのがこちらです。 Amazon で600円ほどでした。この細い彫刻刀を使った感想ですが、
まずまずといったところでしょうか。それよりもプレスで表現された円形のライトカバーが邪魔になっているようなので、先にライトカバー用の穴を開けてしまいます。はい、今回ヘッドライト部分にはエンドーの機動車用シールドビームを使ってみたいと思います。もともと直径2ミリくらいの穴だったところに3ミリのドリルで穴を広げます。ただかなり狭いところなので、いきなり3ミリのドリルはちょっと乱暴なようです。途中までドリルを使いましたが、あとは丸やすりで広げていきます。穴を開け終わったら、再び余分なハンダを除去する作業を行います。今使っているのは毛書き針ですが、状況によって工具を使い分けしました。それでこちらの細い彫刻刀ですが、刃先の形がマイナスドライバーとほぼ同じです。それで時計用のドライバーの先をグラインダーで削るか、グラインダーがなければヤスリで削るなりして代用することができるのではと思います。穴開けと余分なハンダの除去がほぼ終わったところです。次はエンドーのシールドビームのケースを取り付けます。ところがこれがヘッドライトケースに入りません。いやー、ちょっと困ってしまいました。それで直径3ミリのパイプを探しました。内径約 1.5 ミリのものを Amazon で見つけましたが、日本で1800円もします。中国製で国際郵便で送ってもらったら半額になるのですが、無事に届くか不安でしたので仕方なく1800円出しました。
このパイプですが直径3ミリよりも若干太くなっていますのでドリルレースで削りました。ご覧のように左右上下方向ともに傾いています。それでパイプの一部を削って修正します。取り付け位置が決まったらセロハンテープでパイプを留めてからジェルタイプの瞬間接着剤で固定します。パイプをヘッドライトケースにハンダ付けします。次にヘッドライトの内側にあるテールライトに似た非常用の交互点滅灯を作ってみます。適当なパーツがないのでテールライトレンズのみ KS モデルの直径 1.85mm を利用して外径 2.6mm と 2.3mm のパイプを使って作ります。寸法は写真からの割り出しです。使用した外径 2.6mm のパイプの内径が 2.1mm になっていますので 2.3mm に広げます。万力にパイプを挟んで 2.3mm のドリルで穴を広げますがドリルが引っかかってしまいうまく回転しません。もう少し万力を締め付ければいいのですが下手をするとパイプが潰れてしまいます。それでこの後一旦 2.2mm のドリルで穴を広げてから丸やすりで削りそれから 2.3mm のドリルを使っています。実際には塗装後の作業になりますがライトを仮止めしてみました。最後にお断りがあります。こちらはかつて紀芸出版社から発売されたスタイルブックの図面の一部ですがヘッドライトケースが車体の側板に並行して描かれています。今回使用した製品も同じようになっています。ところが実物の写真を見ると斜めにやや翼を広げるような形になっています。ただそこまでやるつもりは最初からありませんでしたので製品のままとしています。